皆さんこんにちは、フジロクです。今回は美味しそうな発酵バターをいただいたので、この発酵バターでクッキーを4種類作っていきたいと思います。お菓子作りをするときにバターという表示があると思うのですが、基本的にバターと書かれているものはすべて無塩バターになります。有塩バターというのはなかなか出てきませんので、バターと表示されている分は必ず無塩バターを使ってください。そして今回のように発酵バターを使う時ですが、美味しく仕上げたい時、誰かにプレゼントしてあっと言わせたい時など、特別な時に使うとすごく美味しくって喜んでもらうことができます。発酵バターは普通のバターよりも少し高いので、なかなか手にする機会ないと思うんですけども、バターが主役のお菓子、今回のようなクッキーだったりパウンドケーキだったり、とにかくバターを感じたいというものに関しては発酵バターを使うのをおすすめします。それでは生地を作っていきましょう。バターを薄く切って常温に戻して、ある程度柔らかくなってからハンドミキサーで泡立てていきます。これぐらい柔らかくなったら、この中に粉砂糖を2回に分けて加えていきましょう。粉砂糖は非常に飛び散りやすいので、すぐにハンドミキサーのスイッチをつけるのではなく、ぐるぐると混ぜてからスイッチをつけるようにしてください。そして必ずお砂糖は粉砂糖を使用してください。グラニュー糖でもできなくはないのですが、少し硬くなってしまいます。上白糖でやると少し焦げてしまいます。一番サクサクっとふんわり仕上がるのは粉砂糖になりますので、粉砂糖を必ず使うようにしましょう。粉砂糖とバターがふんわりと泡立ったら、その中に卵黄を入れ、さらに泡立てていきます。続いてバニラビーンズのペーストを加えていきましょう。バニラビーンズのペーストがない場合はバニラオイルで構いません。エッセンスは揮発性があってオーブンの中で香りが飛んでしまいますので、必ずバニラペーストもしくはバニラオイルを加えるようにしてください。バニラが入ったら、続いてアーモンドプードル、そしてふるっておいた薄力粉を加えて混ぜ合わせていきましょう。生地がこのようにひとまとまりになれば、ラップに取り出していきます。ラップの上に生地を取り出したら、ラップ越しで構いませんので、もう一度生地をこねていきましょう。バターが溶け残っていたり、粉っぽいところが残っていることがあります。そのまま焼いてしまうと、生地にムラが出てしまいますので、もう一度しっかり見て、均等になるまでこねる。そして、それから冷蔵庫に入れるということを守ってください。できた生地は冷蔵庫に1時間ほど寝かせておきましょう。続いてコーヒー味も作っていきます。バターと粉砂糖をふんわり泡立ててから、インスタントコーヒーとお水を溶いたものを加えてコーヒーバターを作っていきます。そしてその中にアーモンドプードルを加えて混ぜ合わせていきます。続いてふるっておいた薄力粉を加えて混ぜ合わせていきましょう。そしてこの中にチョコチップを加えていきます。コーヒーとチョコレート非常に相性がいいので、とっても美味しいです。ぜひ皆さんこのコーヒークッキー作ってみてください。生地ができたら、先ほどと同様にラップでしっかりこねてムラがなくなったのを確認してから、冷蔵庫で1時間冷やしていきます。続いて抹茶バージョンも作っていきましょう。薄力粉が9、抹茶が1、9対1の割合で混ぜてふるっておいたものをバターと粉砂糖のところに加えていきます。そして食感を出すために今回はアーモンドスライスを加えてみました。こちらの生地も先ほどと同様にラップに包んで冷蔵庫に1時間冷やしていきましょう。続いてチョコクッキーも作っていきましょう。先ほどと同じで9対1の割合で薄力粉とココアパウダーを合わせてふるっておきます。
粉砂糖とバターをふんわりと混ぜたところにふるっておいた粉類を加えて、そして今回はオレンジピールを入れてみました。オレンジピールはなくても構いません。ここをチョコチップにしてもとっても美味しいと思います。皆さん好きな具材を入れてクッキーを楽しんでみてください。それでは1時間ほど経ったので、冷蔵庫から生地を取り出して形を作っていきたいと思います。冷蔵庫から出したばかりの生地はこのように硬いので、ラップ越しで構いませんので、しっかりと体重をかけて生地をほぐしていきましょう。最終的には棒状にしたいので、細長く形を整えていきます。このように細長い形にできたら、ラップから生地を取り出して、さらに形をきれいに整えていきましょう。台に打ち粉、強力粉をして生地をこの上で転がして整えていきましょう。必ず太さが均等になるようにしてください。そしてここの両端の部分ですね。両端の部分もなるべくまっすぐにした方がカットした時に綺麗にできるので、カードなどを使ってまっすぐに整えていきます。生地ができたらグラニュー糖をまぶしていきましょう。そしてこの状態でもう一度ラップに包んで、次は冷凍庫で保存します。冷凍庫でおよそ1時間から2時間寝かせてカチカチに固めていきましょう。そしてできたのがこちらになります。しっかりと固まっていれば包丁でカットしていきましょう。8ミリぐらいの厚さにカットしたら、こちらを焼いていきます。170度に予熱したオーブンで15分からおよそ20分焼いていきましょう。はい、そしてできたのがこちらになります。これでクッキーの完成です。今回は2倍量で作ったので、こんなにたくさんできました。クッキーは焼きたてが一番美味しく、火が経ってしまうと少し湿気てしまいますので、焼いたらだいたい1週間ぐらいで食べきるようにしてください。そして湿気にとても弱いので、このように瓶に詰めたり箱に詰めたりして保存をしてみてください。ちなみにこの可愛らしいミッキーちゃんの瓶はダイソーで購入しました。それでは箱にも詰めていきましょう。もしお家にあればで構いません。おせんべいなどに入っている乾燥剤、シリカゲルというのがあるんですけども、そういうのを入れていただくとしっかりとクッキーが湿気ずに長時間持ちますので、ぜひ乾燥剤シリカゲルを入れて保存してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。